本当にあまり潮が引きませんね。でもやっぱり少し食べ物に好き嫌いはありません。巻き貝でもいいから取っていこう。夜明けまで頑張ったけど収穫はわずかでした。なかなか美味しい。崖辺に草が生え、まるで野生の野菜畑です。本当に綺麗だ。いや、違う。ここには冬はありませんが、長い間雨が降っていないので、周りの草はみんな枯れています。でもこの場所だけは青々としている。地下に水がある証拠です。しかも水が流れた後ですよね。自然の中では水がある場所には食べ物もあります。この干上がった沢沿いを歩いてみます。崩れた斜面にはクズのつるもあります。このクズの根は小さいけど地表に完全に露出しています。ほとんど体力を使わずに掘れそうです。繊維もほとんどない。少し苦味があります。でも噛んだ後は甘みが戻ってきます。薬草茶を飲んだような感じです。上の方にはもっとあります。しかもクズの葉も青々としています。間違いない。きっと簡単に食料を手に入れられる場所がすぐ近くにあります。こういう水に削られた場所なら本当に疲れ切った。ほら、よし、これでようやく安定した植物の食料を確保できました。この沢沿いをたどればもっと取れます。沢沿いのクズの根は簡単に取れるのでなかなかいい発見でした。せっかくここまで来たのでついでに材料も集めて持ち帰ります。扉を作れば安心感がぐっと増します。野外で長く暮らすにはシェルターは1日では完成しません。空いた時間を使って少しずつ補強し改良していくことが大切です。
少し腹ごしらえします。これは少し乾いてきました。後で2本ほど掘っておこう。くず粉を取るため、今は瓶ろうを噛んでいるような食感ですね。今日は磯取りはもう無理ですね。ムール貝とセンダングサを煮ます。食べてからゆっくり寝よう。このセンダングサを食べてみます。野菜を食べるのは久しぶりです。ムール貝には塩気があるので、ほんのり塩味がして、なかなか美味しいです。食べ終わったら、夕焼けに染まる岩場を撮影して、今日は早めに休みます。今夜は徹夜で磯取りをする必要はありません。枯葉を片付ける。焼き串を1本作る。まさに思いがけない収穫だ。ここまで頑張ってきたので、今日は豪華な料理を作ります。最近は海鮮ばかり食べていて、正直なところ食べ物に困っていた頃が少し恋しいです。苦しかったけれど希望がありました。それこそ本当のサバイバルです。それから山へ向かいます。今回の山歩きはヤシガニ探しだけが目的ではありません。十分な食料があるので自信があります。前方に獲物の痕跡を見つけました。今日は赤身の肉が食べたい。これは主作群です。黄金万両とも呼ばれます。花言葉は金運将来です。かなり大きそうです。ここに小さい株があります。2本あります。私は小さい方が好きです。柔らかくて掘りやすいです。油断しました。小さい方じゃありません。下で太いつるにつながっています。でもその太いつるはもう枯れています。船の音が聞こえます。網を仕掛けているのでしょう。海辺の漁師さんが少し羨ましい。船で網を入れるだけで1日に何百元も稼げます。これは良い知らせです。この根は斜めではなく横に伸びています。地表のすぐ近くです。
最初は小さい方だけ掘るつもりでしたが、これは小さくありません。よし、やっと外れました。みんな見て。元の鶴は指ほどの太さがありました。何らかの理由で途中で折れて、新しく伸びた鶴は細いんです。根元に近づくと、腐っていましたな。こっちはどうでしょう。やっぱり道は開けるものですね。下は腐っていますが、上は大丈夫です。根が見えてきました。ここから一気に太くなっています。全部こんなならいいのに。セミの幼虫を見つけた。高タンパクです。最高です。そのまま食べるしかない。表面は砂だらけなので、一匹でも十分食べ応えがあります。もう終わりかと思ったら、下でもまた太くなっていました。枯葉をどけて焼き串を1本作ります。本当に思わぬ収穫です。すごく大きい。焼くととても美味しく、薬用としても幅広く利用されます。今日は小さい根を気軽に掘ってのんびり過ごすつもりでした。ごちそうを作ろうと。ところがこの根は20センチほど掘ったら根が見えて諦められなくなりました。でも下が硬すぎてもう掘れません。ここまでにします。やった。じゃーん。全部こんな状態です。これはまだ良さそうです。3から4まで火は食料があると思っていたのに、これは気持ち悪い。でもタニシはまだ大丈夫です。これじゃ2食分くらいしかない。1日1食でも2日が限界です。原因は何だろう。魚と同じで酸素不足だったのかもしれません。口が開いたものは全部匂います。
朝のうちに確認すべきでした。何日分もの食料が全部なくなってしまった。のんびり過ごそうと思っていたのに。私はいつも言っています。一番油断している時こそ敵につけ込まれる瞬間だと。警戒心を失っていました。でも、大きな成功をつかむ者は夜明け前の最も暗い時間を必ず超えます。まずは食事を作ります。ごちそうどころか、カリカリです。まずは食べてみよう。まるでドラゴンフルーツみたいだ。めちゃくちゃ美味しい。おはよう。今日は簡単に朝ごはんを食べよう。こんなに少ししかないように見えるけど、これ意外とすごく腹持ちがいい。本当は肉を取ってから煮込むつもりだったけど、もう待ちきれない。これで最後だ。食べ終わった。これで本当に何もなくなった。画面の前のみんな、もし今人生のどん底にいるなら、人生の困難に直面しているなら、それはおめでとう。もう失うものは何もないってことだから、これから先の毎日は上を向いて進んでいくだけだ。昨日仕掛けた石を見てみよう。今は何も持ってないけど、もしかしたらこの後肉が食べられるかも。十分ちょっと登っていくと最初のポイントに到着した。これはなかなか良い手がかりだ。この先に何かいるかもしれない。このシュサネの小さな実を見てみよう。いくつか食べられた跡がある。この場所は何かに掘り返されている。野生の中では動物が食べられる果実だからといって人間も食べられるとは限らない。人間と動物では消化の仕組みが違うからだ。何も捕まっていない。何もないのは普通だ。罠は運次第だからな。たとえここまで来ていたとしても罠を通り抜けて逃げてしまうこともあるだろう。ここには来ていたみたいだ。しかもここでシュサネの実を食べている。橋を踏んで罠が作動したんだと思う。
こういうケースが一番厄介だ。驚いて逃げたんだろう。橋を踏むと棒が跳ね上がって、その瞬間一気に飛び出して逃げてしまう。どこまで飛んでいったのかはわからない。次にいつここへ戻ってくるかもわからない。でも罠はそのままにしておこう。まあ仕方ない。そもそも罠は運任せだからな。捕まえられなかったけど、少なくともかなり近くにいることは分かった。仕掛ける場所も間違っていなかった。まだ10個以上あるから大丈夫だ。何も取れなかった。一旦戻ろう。それからしっかり水分補給だ。野生のヒホウガユの空き瓶を拾った。でも他人にとってはゴミでも俺にとっては宝になるかもしれない。将来何に使えるかはわからないけど、とりあえず集めておこう。これからどう進むか考えないとな。釣り糸は切れたし、そもそも魚も釣れない。重要の罠にもかからず、獲物まで驚かせて逃がしてしまった。島に持ってきた道具も残っているのはあと3本だけ。一応計画は立ててある。丸をつけたのが午前。丸の下が午後だ。計画なんて知るか。やってられるか。静かに座ってこそ考えがまとまる。ちょっと考えてみよう。よし、決めた。どんな逆境でも前に進み続ける。偉大なる太陽主席がかつてこう言った。険しい道は鉄のように固く険しい。それでもまた一歩目から乗り越えていく。島を一周してみることにした。ちょうど俺がこの島に上陸した場所まで行く。そこには小さなコンクリートの小屋がある。以前誰かが住んでいた証拠だ。あそこなら何か新しい発見があるかもしれない。マゴコはこう言っている。戦う前から勝敗を見極め、勝てる者は事前の計算が多い。戦う前の計算が少ない者は勝つことが難しい。だから事前に十分考えた者が勝ち、考えが足りない者は負ける。進む前にしっかり損得を考える必要がある。火種を維持するのはなかなか難しい。そこで靴下を切って墨布を作ることにした。これなら使い道ができるだろう。臭い靴下を中に入れて、その上から逆さにして蓋をする。しっかり押さえておく。中に空気が入らないようにする。くそ！最悪だ！俺の日陰の休憩場所に来やがった。半分くらいは残ってるはずだ。俺の経験からするともう十分だろう。ここから少し時間を置いて自然に冷めるのを待とう。もうそろそろいいだろう。ちゃんと炭化している。火の粉を少し落とすだけですぐに火がつく。ノコギリ、石、鉄筋、電池。
それから水も少し補給して、島一周の旅に出発だ。ここまで歩いてきたのに、何も持っていない。じゃあ、無人島を選んだのは間違いだったのか？間違いじゃない。後悔もしない。この世界に簡単な選択なんてない。ただ、自分自身で努力して、その選択を正解にしていくんだ。途中でたくさんのサボテンを見かけたけど、ちらっと見るだけだった。熟した実なんてなかった。ここ最近ずっと雨が降らず、かなり乾燥していたから、もう期待していなかった。さっきもなんとなく見てみただけなのに、こんなに大きい実がある。拳の半分くらいあるぞ。これは食べるしかない。表面にはこんなトゲがびっしりついている。しかもすごく細かい。だからこういう砂の上で何回か転がしてすごい。これは前に食べたやつとはとても美味しいです。前のはめちゃくちゃパサパサだったから、これは皮を剥いているだけでわかる。果汁がたっぷり入っている。水分がすごく多い。前に皮ごと食べたことがあるくらいだから。まずは食べてみよう。まるでドラゴンフルーツみたいだ。めちゃくちゃ美味しい。果汁がたっぷりだ。酸味と甘みがあって、独特の香りもある。スターフルーツを食べているような感じだ。うまい。果肉がすごく熱い。この岩場には小さな砂浜がある。いくつか足跡も残っている。今、良いニュースと悪いニュースがある。良いニュースは、この先にもサボテンの実がありそうなこと。この辺りには、野良猫か山猫や蛇などがいる可能性もある。ここで活動しているようだ。だから、この辺りのサボテンは守られているんだ。俺の避難所の近くにあるサボテンは熟した実を見たことがない。きっとこういう小動物に食べられているんだ。そして悪いニュースはもうここまで来てしまったこと。もし山の上に仕掛けた罠に獲物がかかっても俺のところには戻ってこない。この岩場には小さな砂浜がある。他人のゴミも俺にとっては宝物だ。この先にもサボテンの実がありそうだ。サボテンの実にはトゲがびっしりついている。そのままリュックに入れるのは無理だ。もし見つけたらこの瓶に入れておこう。また見つけた。少しずつでも集めればかなりの量になる。しかもこれめちゃくちゃ熟してる。ほら、俺の言った通りだろう。こんな捕食者がこの小さな実を守っているんだ。ここにはネズミの残骸もある。
こんなに長い間、本当の食料を食べられていなかった。やった！大収穫だ！みんな、俺も本当にびっくりしてる。まずは、集めよう！もう時間も遅くなってきた。岩場に沿って歩いていると足がかなり疲れてきた。そろそろキャンプできる場所を探さないと。海辺で起こる事故はほとんどが暗くなってからだ。岩場から足を踏み外したりする。だから早めに準備しておかないと。ここはなかなかいい場所だ。風も防げる。ここは日が暮れるのが本当に早い。だいたい1時から5時くらいの間に30分もするとあっという間に暗くなる。まずは食料を確保しよう。しっかり体力を回復させないと。しっかり熟していて本当に甘い。これは全然酸っぱくない。墨布を少し削って繊維をほぐしてやる。そうするとキノコがついた時にしっかり火種が残る。探そう。墨布は火を起こす方法の中でも一番簡単だ。俺は大きなミスを犯した。出発するときに上着を持ってこなかった。もう冬が来ている。最初の頃に比べてかなり気温が下がっている。大きめの薪を何本か追加した。少し横になって休もう。今夜はかなり厳しくなりそうだ。マジか！ふくらはぎがめちゃくちゃ痛い。途中から歩くペースも少し落ちた。道中でいろいろ探しながら進んだからだ。本当は今日、他の人が以前泊まった場所まで行く予定だった。でも、もう時間がない。今のうちに、まだ暖かいうちに少し寝よう。そうだ。暗くなった岩場の映像も撮らないとな。今日はほとんど潮が引いていない。むしろ潮がどんどん満ちてきている。海辺を少し歩いてみよう。何か見つからないか探してみる。からし西でも見つかればいい。仏族西は少し見つかった。うわ、これは時間がかかりすぎる。お腹いっぱい食べようと思ったらほぼ1日かかりそうだ。とりあえず他の場所も見てみよう。小さな牡蠣みたいだ。身が少なすぎる。
何もない。腐った魚やエビ、海藻ばかり、何も見つからない。また地面を掘るしかないかもな。これは今朝、海に流れ着いたばかりの竹みたいだ。まだ全体が濡れている。しかも上には釣り糸がついている。ああ、針がある。さっきのは何に使うものかわからなかったけど、釣り針を見つけたぞ。でも取り外すのはちょっと大変そうだ。ハリスが切れている。この釣り糸に釣り針を結びつけよう。まずはきれいに取り出そう。整理した釣り糸は3メートルくらいある。少し短いけど、これでも十分使える。やっぱりずっと潮が満ちてきている。もうここまで水が上がってきた。今日一番の収穫だ。これで次にどっちへ進めばいいか分かった。釣り針を確認してみよう。釣り糸もある。まずは一本しなやかで丈夫な竹を探して釣り竿を作ろう。こういう青い竹は青いほど若くて柔らかい。だからこういう黄色っぽい竹を選ぶ。それに虫食いがないものじゃないとダメだ。こんな傷跡があるものも避ける。正直今まで魚釣りはほとんどしたことがない。どちらかというと別の方法の方が好きだ。あとは魚を酔わせて取る方法だ。簡単で効果的だから。この竹なんでこんなに脆いんだ。もっと太い竹が必要かもしれない。品種のせいだろうな。この島の竹は肉が薄くてしかも脆い。後で火で少し炙ればもっと丈夫になるはずだ。今日は魚釣りをする時間がなさそうだ。サバイバル生活ももう終盤だ。生活を少し快適にするためにテーブルを作らないとな。かなり辛いな。
少し時間はかかったけど、ようやくテーブルが完成した。サバイバル生活では、よく、火は希望の光、水は命の源と言っている。でも今は、竹こそが万物を支える存在だと思う。竹は壁や柵を作るのにも使えるし、部片を使って摩擦で火を起こすこともできる。いろいろな道具を作ることもできる。腹が減ったな。何か作って食べよう。今あるのは干し肉だけだ。どうなってるんだ。カタツムリは外を張っているだけじゃなく、この袋の上にも生きたやつがいる。また乾いてる。全部カラカラだ。潮が満ちればここにも水が来るはずなのに、これなら簡単に引き抜ける。中から汁が出てきてる。腐ったやつは明日餌に使おう。クズの根が太すぎる。これをやっていたら日が暮れてしまう。なんで雨が降らないんだ。このままじゃ全部干からびてしまいそうだ。どうしてだろう。川の水があるのに、潮が満ちると海水がまた流れ込んでくる。それなのにどうしてカタツムリまで死んでしまうんだ。なかなか良さそうだ。ちょっと食べてみよう。少し苦味がある。でも、口当たりは桑の葉にちょっと似ている。中にカラシニシが一匹入ってる。少し距離をとって急いで炙りすぎないように。ゆっくり。炙ることで竹のしなやかさが増す。これで立派な釣り竿になる。
かかったみたいだ。みんな、俺は一本も針を拾う勇気がなかったよ。あちこち一周してみたけど、何の収穫もなかった。秘書小屋に戻るか。釣り針を用意して釣りの準備をしよう。魚を食べられるかどうかは、今回の釣りにかかっている。貝殻を一つ拾った。OK。上下に調整できる。さあ、釣りに出発だ。これを魚の餌入れに使う。それから、これで水を汲み出せる。潮が満ちて流れ込んだ水たまりを探そう。中に小魚やエビがいれば、それで一食分になる。ここにいるぞ。長い巣を残してできた水たまりだ。小魚やエビはいい餌になる。魚が手に入った。この死んで臭くなった貝をまずは蒔絵に使おう。波がちょっと大きいな。でも動物はみんな同じだと思う。さっきの臭くなった貝はここまで持ってきた。この辺りの岩場にはこんな海藻がびっしり生えている。海藻だ。この場所は魚が絶対に寄りつかない。
初心者の保護期間って何だったんだよ。何も釣れやしない。これは俺がリアルな無人島サバイバルを再現する27日目。昨日は釣りをしたけど何の収穫もなかった。今日は早朝から海辺に来てまた釣りをする。俺はずっと信じている。早起きした鳥には餌があるってな。かかったみたいだ。みんな、俺は針一本すら拾う勇気がなかったから、最初から最後までそのまま撮影してる。この釣り糸と釣り針はもともと拾ったものだから見えない傷があるかどうかわからない。さっき魚が力いっぱい岩の下へくぐろうとしたから糸が切れても仕方ない。釣り糸が切れた。何もかもうまくいかない。でも努力すれば運命だって変えられる。俺が行こうと思えば道は自分の足で切り開ける。今回のリアルな無人島サバイバルではあえて陸上での狩猟は避けてきた。でも今は食べるものがなくてもう限界だ。仕方ない。ルールを破るしかない。これは少し加工すれば使える。これを全部取り外していこう。味は美味しい。でんぷん作りはひとまず成功だ。もう少し干しておこう。歯磨きついでに仕掛けを外していく。まだ時間も早いし、山へ行って仕掛けや罠を全部外してこよう。罠の周りには何かが暴れた跡がある。でも肉が手に入る可能性はかなり低い。やっぱりそうか。何かが罠にかかった。しかも遠くから下を見ると何かがかかった跡もある。木の下にある水浴び場。ここでも何かが罠にかかって暴れたようだ。前にここへ立てておいた枝も暴れた時に全部倒されている。あそこに毛がある。
三毛猫が一匹いる。実はさっきサボテンのところで足跡を見つけた時点で山の罠にはもう期待していなかった。でもまさか罠にかかった動物が俺の罠の周りで餌を食べていたとは。島を一周してみたけど見つけたのは一匹だけだ。それに猫が泳いでこの島まで来るはずもない。誰かがここに捨てていったんだろう。罠は全部外しておこう。ここは食料も少ないし動物も少ない。何よりこの子を傷つけたくない。あまりにもかわいそうだ。俺はこの島で必死に生き延びてきた。この猫もこの島で一匹で生きてきたんだ。こっちも何かかかってる。毛が見えるだろ。最後はひどいことになってしまった。すべての仕掛けを外し終えた。これから今日のごちそうを作る。まあいい。これはそのまま食べよう。残念。来るのが遅かった。ここは海藻が生える場所なんだ。もう満潮で水没してしまった。そうじゃなければ下からいくらか取れたはずだ。悪くないけどちょっと短いな。収穫はこれだけです。スープを作るには十分だ。海の中でも最高のごちそうだ。もう乾いている。さつまいも粉を作るには道具が必要だ。まずは道具を作ってみよう。ちょうどいい道具がない。穴がちょっと大きすぎた。道具がなく粉をこすためのロート作りは失敗。予定を変えて直接焼いてみることにした。キャッサバからさつまいも粉を作るのは失敗した。でもパンケーキ作りは成功した。味は悪くない。まだまだ作れそうだ。香ばしい匂いがしてきたらひっくり返す。
ナイス。味は美味しい。ただ、削ったところが少し気になるな。これはなかなかいい。小さな穴を一つ開けて、中のスープを吸うとうまい。口に入れた瞬間、最高だ。これは南溝よりうまい。十分いい食事だ。主食もあるし、海鮮もある。しかも、海の中でも最高のごちそうだ。見る会もあるし、このフルーツもある。さあ、みんな食べよう。もう待ちきれない。そろそろ帰らないと。約束の時間になった。あとは師匠が迎えに来るのを待つだけだ。オーケー。これならお尻が出ているのも見えない。最初の避難場所は向こうにある小さな島だ。なんだか嫌な予感がする。普段ならここから漁船が見える。でも今日は見えない。レニー波もかなり高い。俺たちは時間だけを決めていて、迎えに来る人は俺のいる場所を知らない。今、ドローンで道を案内している。もうすぐ到着するはずだ。こっちだ。行くぞ。うわ、すごい。こんなに大きいのか。
みんな、今回の動画はここまでだ。おはよう。朝飯を食べて出発しよう。今の経験からすると、まだ潮が引いてない。今言っても食べられるものはあまりない。だから今日の本当の目的は、やっぱり向こうの陸地だ。みんな、先に食べよう。これは完熟していて糖分がすごく多い。めちゃくちゃ甘い。冷たい海水で顔を洗った。おかげで一気に目が覚めた。急いで行こう。昨日の夜、早めにテントを張ったのは正解だった。ここからあまり離れていないとはいえ、ここの地形はかなり複雑だ。大きな岩礁だらけだ。もし昨日の夜、暗闇の中を進んでいたら、海水で滑りやすくなった岩を踏んで大変なことになっていたかもしれない。この小さな島は周りに風を遮る島が何もない。だから風がものすごく強い。あっちは山を登る道。あそこが最初に見つけた風よけの場所だ。あっちは船を降りた場所。昨日の判断は本当に正しかった。風を遮る島がないから風が強すぎる。目的の場所に着いた。この倒れている木の先に上にはペットボトルが引っかかっている。よく探してみよう。昔この島には中国人も来ていたみたいだからな。この辺りは昔畑を作っていたような感じがする。天文冬だ。サバイバルでは貴重な食料になるけど、今回は掘らないことにする。この地面を見てくれ。硬すぎる。まずバックパックをここに置こう。もっと草木が密集している場所を探してみよう。天文冬がめちゃくちゃたくさんある。でもここの土はかなり掘りにくい。他にないか探して、なければ掘ってみよう。予想通り新しい発見があった。見間違いじゃないはずだ。バッグを持ってこよう。中には鉄筋とノコギリが入っている。多分木の串だ。ここにも少し残ってる。かなりうまく隠してあるな。こんなに隠してなかったら多分俺には見つけられなかったな。ネズミの巣穴だ。果実がなってる。俺の判断は正しかった。新しい食料を見つけたぞ。やったぜ。下にもまだ少し残ってる。花もあるな。かなりの収穫になりそうだ。少なくともここなら誰にも見つからない。すごくいい香りだ。大当たりだ。この隣の1個がどれだけ大きいか。こっちはもうネズミに食べられてる。最高だ。最高。ナイスナイス。大収穫だ。俺の判断は正しかった。やっぱり正しかった。オッケー。ここから前の2つのビーチを越えれば俺たちの風よけの場所に着く。前に向かって船を漕ごう。向こう側からここまで船を漕いできた島だ。ビーチが見えてきたか？やっと風よけの場所に着いたぞ。
これに毒があるのかどうか、正直よくわからない。だから、毒があるものとして扱う。こういう傷や変色がある部分は取り除く。こういった部分には、植物の有害成分が最も多く蓄積している。途中で何度か水を変えないといけない。今度はこの古いものも処理しておこう。実はキャッサバ粉を作るのは今回が初めて。でも昔おばあちゃんとさつまいも粉を作ったことがある。多分作り方は同じようなものだ。服をきれいに洗ってろ過するための道具として使う。それから少し綺麗なペットボトルも拾った。これも俺にとってはかなり役に立つ。まだ少し日が出ているから、日当たりのいい履けた場所で乾かそう。結構暑い。薄いところでも1センチくらいある。これでゆっくり食事ができる。食べ終わったら少しゆっくりしよう。シンプルに収穫したものをしまって、あとは時間に任せよう。すごくもちもちしてる。めちゃくちゃ美味しい。茹でたさつまいもを食べてるみたいだ。
これこそ本当にもう体にエネルギーが注入されていくのを感じる。先にみんなには食べさせないぞ。まず俺が食べてみる。毒がないか確かめないとな。ほら、みんなも一口どうぞ。